こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相や水場青木氏の参戦も決まりまして、また最近ではタクシー50台によるサイドイベントまでの無料送迎も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味を持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。また昨日メンバーシップ動画も公開しましたので、まだ見てない方はそちらもぜひ見てみてください。まずビットコイン関連では、ドイツ政府が最近のビットコインの売却益に関しての発表をしています。2014年6月19日から2024年7月12日の間に5万 BTC を売却し、26億ユーロ、約28億8000万ドルを受け取ったと声明を出しています。先日ドイツ政府とタグ付けされているアドレスの残高がゼロになったんですけども、取引所以外の他のアドレスにも送金されていて、本当にちゃんと売ったのかわからないという意見もありましたけども、今回表では売却完了の声明が出されてますね。また昨日の米国の ETF のフローはまだ全体が公開されてませんが、今回はグレースケールの GPTC から再度流出がありまして、現時点ではマイナスとなっています。ただ先ほどブラックロックに1億ドルの流入があるという情報も出ましたので、今回も全体で純流入となりそうですね。全体では9日連続の純流入となっています。おとといの 4.2 億ドルの流入が6月5日以来の大きな流入となったことで話題になりましたけども、その翌日はしぼんだ展開となりました。この要因とされているものは後ほど取り上げようと思います。一方、香港の方はビットコインがプラス 29.98BTC、ドル換算では193万ドル相当、イーサーゼロとビビたる流入となっています。あと ETF 関連では、ブラックロックがスポットイーサ ETF の S1 フォームの修正書類を提出。手数料を 0.25% に設定しています。また一定期間は手数料を免除する可能性があることも記載されてますね。0.25% は大体相場通りの掲示となってますね。スポットイーサ ETF の各社の手数料競争話題となってましたけども、取引開始後、どのように影響してくるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在64,600ドルあたりを推移しております。昨日は指標よりも要人発言の方が注目を集めてましたね。トランプがブルームバーグのインタビューで、パウエル議長は任期満了まで続投させる意向であることを発表してまして、また FRB は選挙まで利下げすべきではないとか、株価にマイナスになるような発言をしてます。米市場明けに株式市場全体が落ちてますね。また仮想通貨に否定的な JP モルガンの CEO、ジェイミー・ダイモンを財務長官候補に挙げたことなども仮想通貨市場に影響している要因の一つとなっているかもしれないです。ただこのトランプの発言はですね、その選挙後、自分が大統領に就任した後に株価を上げるための布石とも見られてまして、一時的なものだろうという見解も出ています。あと他では日本の河野大臣が利上げ要求などの声明を出してまして、ドル円の方も荒れてますね。米国債金利は 4.15 を推移しておりまして、ナスダックが 19,799、S&P500 が 5,610、ダウ平均が 41,198、金ゴールドが 2,458 ドル、日経平均が 4191 円、ドル円が 155.5 円となっております。個別株の方では、B ライリーがマイニング企業のコアサイエンティフィックの目標株価を 0.50 ドルから13ドルに引き上げ、先日のコアウェブとの提携により、将来的には HPC 部門のリーダーになるだろうと再評価しています。コアサイエンティフィックの株価は、米市場明け急騰してますけども、最終的には1日でマイナス 4.15% を記録しています。あとはこちらもマイニング企業のサイファーマイニングは AI 企業への売却を模索してるんじゃないかという報道がありまして、一時的に株価が高騰しています。こちらも米市場明け急騰してますけども、最終ではほぼ全元となってまして、株価もプラマイゼロとなってます。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 1.5%、額としては328億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.8%、バイナンスミはロングが 54.5% と上寄りになっています。今後の指標としては、7月18日に ECB 政策金利、米フィラデルフィア連銀景況指数、7月19日には英国カナダの小売売上高、日本の CPI、7月22日にドイツの小売、中国のローンプライムレートなどが控えております。
本日9時15分に自由度の高い ECB 政策金利があるんで、今回のトランプの影響で株式からの資金抜けから仮想通貨市場に資金が流れる可能性があるという見解も出てますけども、今のところ仮想通貨市場も直撃というか、調整に入ってますよね。OI も減って ETF の流入もあからさまにしぼんでます。ただこのトランプの思惑はもうすでに見透かされてる感があるんで、これがどこまで影響するかですよね。ビットコインのチャートだけ見たら66,000の攻防で弾かれた形となってまして、その下の64,000で立てるような展開です。今週もあと2日ありますけども、市場はどのような判断を下すんでしょうかね。今後の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。ビタリックが最近の界隈のトランプ推しに不満をあらわにしてます。ビタリックは自身のブログでですね、仮想通貨賛成派という理由だけで支持しているという印象を公に示すことで、政治家が支持を得るために必要なのは、仮想通貨を支持することだけだと理解するというインセンティブ購買を生み出すことに貢献していると書き記しています。要は候補者が仮想通貨賛成派というだけで、その候補者を支持するのは間違っているということですよね。現在仮想通貨界隈はジェミニのウィンクルボス兄弟とかを筆頭にですね、トランプに寄付して盛り上げてますけども、ビタリックはこういうやり方を好んでないようですね。一番真っ当な考えを持ってます。ビタリックのこの声明に対して反対の意見がもう出てますけども、イーサにあんまり影響してないように見えます。イーサの価格は現在3420ドル、BTC 建ては 0.0529 と、昨日からほぼ同水準となっています。先物の方では、OI は全体でマイナス 0.4%、額としては136億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.2%、バイナス意味はロングが 67.6% とウェイになっています。ドル建てではビットコインとともに下がってますけども、BTC 建てはなんとか維持してますね。スポットイーサ ETF は来週23日に期待されてますけど、個人的にはこの段階で上抜けられないなら、ちょっと厳しいのかなと感じてますね。チャートだけ見たら上は抵抗の強そうな3500を抜けられるかどうか、下は3200あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。ステートストリートが独自ステーブルの開発を進めているという報道が出ています。ステートストリートは運用資産 4.1 兆ドル、ブラックロック、ヴァンガードなどと並ぶほど知名度のあるところですので、そこがステーブルに参入という話題は個人的には結構大きいのかなと思います。ステーブルの勢力図が変わる可能性もありますね。またステーブルの供給量は一応現在でもビットコインの価格に比例してますから、ステーブル市場の拡大で仮想通貨市場への資金流入も少しは期待できるのかなと思います。まだ開発予定ということなんで、時期が明確になってませんけども、こちらの進捗にも注目したいですね。あとは H コインで10億ドル相当の調達を計画していた中国の実業家各氏に有罪判決が下っています。彼は2014年に中国から亡命して中国共産党を批判して海外の中国人コミュニティから支持されてたんですけども、資金の 20% が金で裏付けられていると謳った H コインで資金調達、集めた資金で豪邸やヨット、高級車を購入して豪遊していたと。今回米国で恐喝や詐欺、9件の罪で有罪判決が下っています。金額的にも大きいのでピックアップされてますけども、この各氏はですね、トランプの側近のバノン氏の側近でもあるということで、その関係性にも注目されてますね。これでトランプがどうこうなるとは考えづらいですけども、こちらの今後の展開にも注目ですね。あとアルト関連ではグレイスケールが新たな投資商品、グレイスケールデセントラライズド AI ファンドの立ち上げを発表しています。ビッテンソール、ファイルコイン、ライピア、ニア、レンダーと、主に AI 銘柄で構成されてまして、この影響からか市場が厳しいながらも AI 関連は比較的強く保ってます。この中での伸び率ではビッテンソールが強いですかね。BTC 建てでプラス 3.5%、時価差が48位です。長期でもそこあたりで反発してますが、AI 銘柄の反転があるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。